ちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、夏はまだ終わらない、サマーサバランを作っていくよ。気づけばもう8月も終わろうとしてますな。やりたいと思ってたら、もう夏は終わろうとしていた。投稿してるのは9月かもしれないけど、そこは気にせず作っていくよ。そこは気にしましょう。似たお菓子ですと以前にババを作りましたな。簡単なやつね。そちらもぜひチェックしてくだされ。ではサマーサバラン行ってみよう。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。まずこのドールさんのトロピカルフルーツミックスの缶詰を開けて、シロップと具を分けていきましょう。具だくさんすぎて驚いちゃった。というか、シロップ少なくない？いや、良いことなんだけどね。200円台の缶詰ですが、これだけぎっしり入っているとお得な気もしますね。缶詰のシロップを漬け込みシロップに使うんだけど、これはちょっと考えないとだね。準備はこんな感じ。それにしても多すぎ。いいことじゃないですか。では生地から作っていこう。全卵を1個ほぐします。グラニュー糖を入れるよ。シャカ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 。そしたら薄力粉とベーキングパウダー、あらかじめ混ぜてから加えていきましょう。ふるって入れます。ホットケーキミックスを切らしちゃったから、今回は砂糖、薄力粉、ベーキングパウダーで代用してるよ。ミックス粉がある人はそちらのパターンでも。そちらのパターンのレシピも載せておきます。最後にサラダ油。生地はこれで完成。型はこれ。ダイソーさんで200円だったかな。シリコン製で焼き菓子にもムースを固めたりにも使えて便利だよ。生地を流すのだ。今回は3個分。ポコッと膨らむから、これくらいの高さがいいよ。お好みで薄めにしてもいいかもね。では焼いてくよ。温度は180度で35分くらい。途中で焼き色が偏らないように判定してあげよう。ポコッとできた。そこもきれいに焼けたね。カリカリっと乾燥するまで焼いてあげよう。焼き加減が甘いと、シロップを染み込ませた時に崩れてしまいますぞ。生地は一旦置いときます。では染み込ませるシロップを作っていこう。思ったより缶詰のシロップがなかったから、どうしようかしらね。冷蔵庫にオレンジジュースとマーマレードの余りがありますぞ。いいね。本当はパインをベースにしたかったけど、オレンジ系を使っていきましょう。まずは缶詰シロップ、そしてオレンジジュース。オレンジベースのブレンドしてるタイプでした。オレンジまだ高いからかな。マーマレード加熱してきます。シロップは50、60度くらいが染み込みやすい温度だよ。そこまで温めます。そういえばだけど、なんでオレンジのジャムってマーマレードって言うんだろう。正確には柑橘類を使ったジャムのことですね。ポルトガルで最初に作られたジャムが、カリンのジャムだったそうで、カリンはポルトガル語でマルメロ、それが転じてマーマレードとなったそうです。ほいほい、はじめは柑橘系のジャムですらなかったんだ。ここにバニラエッセンス投入。バニラの香りが入るとより洋菓子っぽいシロップになるよ。温めてる間に生地の底を平らにするために切っちゃいましょう。今上向きなのが上になるよ。シロップさんも温まったので火を止めて生地を染み込ませます。シ
して染み込んだと思ったらくるっと反転。なんか顔に見えてきた。そういう現象ありますよね。また数分置いていい感じに全体にシロップが染み込んだら OK。 指とかで押してみて染み出してくるぐらい。ほらカリカリだった生地がぷよぷよだよ。うまく吸わないときはまた加熱したりして、シロップを温めて染み込ませましょう。口で穴を開けるのもありですね。鍋から移して、せっかくジャムあるので艶出しに使っていこうかな。薄く塗っていきます。はい、塗れました。では一度冷蔵庫で冷やしましょう。もちろん冷たい方が美味しいのだ。そしたら好きな器に移して仕上げに入るよ。余ったシロップをひたひたに。このシロップも冷やそうね。周りにフルーツたちを乗せちゃうよ。生クリームも絞る。ちょっとだけクリームが欲しい時に便利。楽々ホイップさん。さらにフルーツを盛っちゃうよ。これで完成。全部仕上げたよ。それではいただきます。おいしい。さんさんの太陽が静かに流れる海が見える。たっぷりとシロップを含んだ生地と生クリームのコク、フルーツのうまみが口の中で混ざり合うのがいいの。シロップたっぷりなのが最高。もう一度言うわよ。シロップがたっぷりなのが最高。少し工程が多いのがたまに傷だけど、完成した時と口にした時の達成感は最高のスパイスになるの。工程が多いところは缶詰フルーツや簡易的なホイップを使ったりして工夫してみよう。ズボラの方でも作りやすい、こちらのババの動画もあるので、ぜひ試してみてくだされ。シロップはぜひ自分で作ってみるといいよ。フルーツやシロップの味を変えてみてもありだから、ぜひこっちのサバランも作ってみてね。ごちそうさまでした。それも言うと思った。何？ここで追加のラムス登場。まあシロップでも美味しいけど、お好みでお酒を加えてもぶっちょぶ。今夜は飲むわよ。ほどほどに。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。